こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。より少ないもので楽に幸せに暮らすために、今使っているものの数を減らせないか日々試行錯誤しています。今回はそんな私が今月手放したものをご紹介します。物を減らしたい方々の参考になれば幸いです。それではスタートです。手放したもの一つ目は柔軟剤です。長年当たり前に柔軟剤を使っていましたが、ちょうどストックがなくなった機会にしばらく使わないでみました。そしたら別に何の問題もなかったんです。強いて変化を挙げるなら、洗濯物から柔軟剤の香りがしなくなった程度です。柔軟剤は油の膜で繊維をコーティングし、肌触りを良くしてくれたりなどという機能があります。ですが、柔軟剤を使用しなければ汚れは落ちないというわけではないんです。水はじきも高まるため、吸水性が低くなったりするというデメリットもあります。また、柔軟剤には肌の刺激が強い界面活性剤が含まれています。界面活性剤は人によっては肌荒れやかゆみを引き起こしてしまう可能性もあるとのことです。これらのデメリットがあること、そして意外と使わなくても大丈夫だったことを考え、私はこの機会に柔軟剤を買わないことに決めました。柔軟剤を使用しない場合も、ごわつきを防いで柔らかく仕上げるため、水を多めに入れて洗濯物同士の擦れを防ぐだったり、洗濯ネットを使うという方法が対策として有効だそうです。続いて酸素系漂白剤も手放しました。普段部屋干しの私はジメジメした季節、たまに発生するタオルの嫌な匂いが気になっていました。これまで匂いが気になったタオルは熱湯にしばらくつけてから洗濯することで対処していました。すると匂いがきれいに消えるんですよね。タオルの嫌な匂いの原因となっている主な細菌はモラクセラ菌と呼ばれる細菌で、60度以上のお湯につければ20分程度で死滅します。でもネット漬けはちょっと面倒だったので、もっと簡単に匂いを落とせる方法はないかなと思い、この酸素系漂白剤を毎回使うようになりました。これで解決と思ったのですが、やっぱりある日結局気になる嫌な匂いが発生してしまいました。匂いが気になるタオルにはこれまで通りやっぱり熱湯につけるのが一番効果的でした。欲しかっただけの効果がなかったので、酸素系漂白剤を手放すことにしました。柔軟剤と酸素系漂白剤を使わなくなり、洗濯に使う洗剤は普通の洗剤とおしゃれ着用の洗剤、この2つだけになりました。最近手放したもの2つ目は大きな洗濯かごです。洗濯する頻度が上がり、大きなカゴがいらなくなったため手放します。めんどくさがり屋な私は楽をしようと、これまで週末にまとめて洗濯をしていました。なのでこの大きな洗濯かごが必要でした。でも正直週に一度の洗濯は大変な作業でとっても憂鬱でした。けれど先日厳しい基準で服をチェックし、傷んでいるインナーをすべて手放したところ、1週間足りるほどの数のインナーはなくなってしまったんですよね。買い足そうかなとも思ったのですが、ちょっとここは試しに洗濯頻度を 2,3 日に1回に上げてみました。そしたらとっても快適だったんです。今まであれだけ大変でやる気の出なかった洗濯物を干す作業、しまう作業が負担が小さく短時間の作業になり、平日朝でも難なくできるようになりました。大仕事よりも小仕事をコツコツする方が楽ちんということに改めて気づきました。でもここで小さな問題が起こったのですが、 2,3 日に1回くらいって中途半端な頻度なので、うっかり洗濯を忘れてしまって着るインナーがなくなるなんてことがありました。
そこで1週間分の大量の洗濯物を入れられる洗濯かごから小さい袋に変えてみました。ちなみにこの袋、恥ずかしながら小学生の頃家庭科の授業で作った袋です。なんと生地は玉ねぎの皮で染めています。結構いい色出てますよね。で、話は戻しますが、この小さな袋にするとちょうど2日3日ぐらいで袋がパンパンになるので、洗濯のタイミングを計らずともこまめな洗濯ができるようになりました。また袋自体も洗濯できちゃうので衛生的にもグッドでした。大きな洗濯かご手放してよかったです。続いて手放したものはピンチハンガーです。1週間に1度しか洗濯しない私の大量の洗濯物を干すため、2つのピンチハンガーを持っていました。洗濯頻度が上がった今、ピンチハンガーは2つも必要ないということで、小さい方の1台を手放すことにしました。案外かさばってしまうピンチハンガーの置き場所にも今まで困っていましたが、1台に減ったことでベッド横の目立たないところに隠せるようになり、お部屋もすっきりです。合わせてこちらの洗濯バサミも手放します。ピンチハンガーの洗濯バサミが壊れた時用に持っていた小さめの洗濯バサミと、外に干す時に風で流されないために留める大きなクリップです。正直こんなにたくさんはいらないです。この機会に適正量に減らすことにして、小さな洗濯バサミ、大きな洗濯バサミそれぞれ4つずつを残し、こちらの入れてる袋を含め残りを全部手放すことにします。続いて手放したものはフェイスタオルです。毎日1枚、洗った手や顔を拭いたりお風呂上がりに体を拭くのに使っています。合計11枚手持ちで持っていたのですが、3日に1回の洗濯頻度になったためこんなにはいらないです。特に古かったこちらの6枚を手放そうと思います。考えてみれば、この多くのタオルが5年前ここに住み始めてから使っているものでした。まだ使えると思っていましたが、よく見ればもうゴワゴワで一部汚れていたり、毛玉がついていたり、糸がほつれていたりしていました。もったいない量にかかっている私は、このままだと今あるタオルを一生使い続けそうなので、今回タオルは消耗品であり、衛生的にも綺麗なものを使った方がいいと考え直し手放すことにしました。手放すタオルはカットして家中の掃除で使い倒してから処分しようと思います。タオルの数を減らし、柔軟剤、漂白剤もなくなり、洗濯機周りが一気にすっきりしました。続いて磁石で取り付けるタイプのキッチンラップホルダーを手放します。実はこれ玄関に取り付けて折りたたみ傘用の置き場として使っていました。でも磁石を本体に取り付けるテープの粘着力が下がってしまい、しょっちゅう夜中にガッチャーンという大きな音を立てて落ちてしまっていました。強力粘着テープで何度も直しましたがダメでした。でもふと、そもそも玄関ドアに取り付ける必要あったっけと思い、折りたたみ傘は玄関の靴箱の中に保管することにしました。靴の数が少ないおかげで靴箱も工具や日用品の収納として活躍してくれています。こちらのホルダーは必要ありませんでした。続いて手放すのはこちらの紙切りバサミです。私は実はセルフカットを去年からずっとやっていて、かれこれ1年ぐらい経ちます。紙切りバサミは2022年のベストバイで趣味のアイテム代表ということで紹介していました。もう手放しちゃうんですかいという感じですが、手放す理由は正直めんどくさくなったからです。セルフカットに必要なのは技術じゃない、勇気だなんて言って趣味として楽しく切っていた私ですが、最近は時間も手間もかかるし、だんだん面倒に感じてしまって、後ろの髪を誰かまっすぐ切ってくんないかなと思うようになりました。ただまっすぐ切ってもらいたいだけだし、安いところでいっかということで、
私先日キュービーハウスに初挑戦してきました。仕上がりどうでしょうか？注文は写真を見せて、ただ顎先に合わせてまっすぐ切ってくださいと言っただけだったのですが、大満足な仕上がりになりました。たった1350円という信じられないぐらい安い価格で、たった20分ぐらいで切ってくれて、本当にびっくり感動しました。他にも良かった点は、美容師としてちゃんとアドバイスをくれたところです。正直ここは全く期待せずに行ったのですが、美容師さんはとっても丁寧で、希望のヘアスタイルだと後ろ髪がちょっと短くなりすぎるから少し後ろは長めにしておきましょうかとか、私に合わせた髪型を一緒に決めてくれました。それに髪を切っている途中、美容師さんと会話しなくていいとも正直かなりありがたかったです。1時間もかかる美容院だと、シャイな私は話し続けるのも疲れちゃうし、かといってその間話さないのは気まずいし、そこが美容院の嫌なポイントだったのですが、キュービーハウスでは話さなくて当たり前、カットもすぐ終わるので、ただぼーっとしてたらヘアカットが終わったという感じでした。逆に注意しておきたい点といえば、女性は少し入店しづらいところです。私が行った時は男性サラリーマンが5人ぐらい並んでいて、その中女性1人で並ぶのは結構勇気がいりました。平日昼など空いているタイミングで行けばもう少し入りやすいかもしれません。キュービーハウスにはこれからもリピートで通いたいと思ったので、こちらの髪切りバサミは手放すことにしました。続いて枕元に置いている本の見直しをしました。正直最近全く開いていませんでした。なので全部捨てられると思い見直しをしました。が実際本を開いてみると勉強になる本ばかりで、全部は捨てられませんでした。こちらの本を1冊手放すことにしました。続いて部屋に置いているなんだかごちゃごちゃしている棚の見直しをしました。我が家で唯一の備え付けではない収納棚です。部屋に置いているのですごく使い勝手がいいのですが、考えてみたら普段使う頻度が高くないものもここに入れていました。そこで使う頻度が高くなく、でも捨てられないものは便利なこの収納棚からちょっと取り出しづらいクローゼット上に移し、もっと使い勝手のいい収納棚になるよう荷物の見直しを行いました。まずは友人が作ってくれたアルバムたちです。元気をもらいたい時に見直したりしますが、普段の生活ではあまり見ないので、こちらはクローゼットの上に移すことにします。ちなみにこちらは動画でもたまに登場するイラスト版の私のペーパークラフトです。友達が描いてくれたんですが、とっても可愛いですよね。なんとアルバムは7冊もありました。本当にありがたいですね。一生大切にしたいと思います。こちらの昔 YouTube 撮影用に使っていたスマホ用のスタンドを手放します。こちらはデザインが可愛くてお気に入りのキーボードでしたが、手放すことにします。最近はコロナも落ち着いてきて、外で作業をすることも増えてきました。ですがこのキーボードは重くて持ち運びには向いていませんでした。そこで最近こちらのiClever という折りたたみのキーボードを買いました。重さは 423g から 174g にまで軽くなりました。広げると幅は 33cm もあり、ポータブルキーボードとは感じられないぐらい使い心地がいいです。形状が少し V 字型に角度がついているので、最初慣れるまで大変でしたが、脇をギュッと締めることなく力を抜いて入力できるので、長時間の作業も疲れにくいです。気になる方は概要欄から商品を見てみてください。そしてこちらの白い台を手放そうと思います。普段はこの上に撮影用のカメラを置いていましたが、ゆとりができた今、この台がなくても収納できそうです。収納力を上げるアイテムはいっそのことなくした方がもっと棚がすっきりしますね。続いて
なかなかごちゃごちゃしているコードや充電器などを入れているカゴです。使う頻度が高いものだけここに残そうと思います。まずは撮影用のマイクです。前にも動画で少し喋りましたが、こんな風に壊れてしまっていました。どんな風にマイクが壊れたかというと、録音するとこんな声になるんです。こんにちは、ミニマリストになりたい私、もちです。まるでコンサート会場ですよね。新しいマイクを買いましたので、こちらは手放します。 iPad 用の純正ケーブルです。棚の上に充電コーナーを用意しているため、この純正ケーブルは使っていませんでした。タイプ C の充電はよく使うので、正直一つじゃ足りない時があることと、そして高速充電のタイプ C コードは今まで用意していなかったので、こちらと使っていないタップを1つ使ってタイプ C の充電コーナーを1つ増やしたいと思います。続いてマイクロ USB2 本が出てきました。こちらは充電コーナーにあるケーブルで十分と思いますので手放します。これは去年のベストバイでも紹介しました超軽くて小さいポータブル充電器です。めっちゃ重宝しているおすすめ商品です。続いて iPhone の SIM を取り出すピンです。普段使うものではないので、これはクローゼットに移します。ちなみに中から Apple のシールが出てきたんですが、これ何に使うんでしょうか。もしご存知の方いればコメント欄で教えてください。予備用の充電ケーブルです。これは充電コーナーのケーブルが稼働していて足りない時に使っていました。ですが今回タイプ C の充電を1つ増やすので、こちらは不要になりそうです。手放します。かなり棚がすっきりしたので、棚の上の充電スペースを棚の中に移動させようと思います。そして実は使う頻度の高いデバイス、タブレットやスピーカー、家で使う大きめサイズのスマホ、iPhone は定位置を定めていなくって、いつも使った場所に放置していました。今回この充電スペースはこれらのデバイスの定位置にしてあげたいと思います。充電コードの位置を変えて、こちらが iPhone や iPad の置き場兼充電コーナーになりました。後日談なんですが、実はこの充電コーナーを作ってから棚に使ったら戻す習慣がつき、いいことがたくさんありました。スマホが突然見当たらなくなることが減りましたし、夜に意味もなく携帯やタブレットを触って時間が経ってしまうなんてことを防げるようにもなりました。散らかりがちな机もいつも綺麗になりました。何でも定位置を作ってあげるって本当に大事ですね。その他にもクローゼットの見直しを行い、ずっと出番がないスズランテープや全く使わないカメラ用のケース、そしていつか使えるかもと思って取っておいた収納ケースを手放しました。また実は私の机、こたつがついているのですが、2022年手放してよかったもの第2位としてもご紹介した通り、こたつはもう使うことがないので、ヒーターを取り外しコードと合わせて手放します。いかがでしたでしょうか。かれこれ1年以上捨て活を続け、動画でもたくさんご紹介していますが、それでもまだまだ出てきますね。また少し身軽になり、より暮らしが楽になりました。この動画が皆さんの捨て活モチベアップにつながれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。まだまだ暑いですので、皆さんお体気をつけてくださいね。セルフカットに必要なのは技術。セルフカットに必要なのは技術。セルフカットに必要なのは技術じゃない。セルフカットに必要なのは技術じゃない。勇気だ。なんて言って